こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー赤色の30をご紹介します。この動画赤色の30では、動画ナンバー白色の30の中で使用している道具類をご紹介します。100均の商品をいくつか紹介します。しかし、本来パイプとして販売されているものではないので、パイプとして使用するには少々使いにくいことをご承知ください。ですので、ホームセンターなどでパイプとして販売されているものをおすすめします。動画白色の30の A で使用した園芸支柱をご紹介します。動画白色の30の A でガラスのスプリングを作っている場面です。100均セリアの園芸支柱をパイプとして使用しています。こちらが100均セリアの園芸支柱です。2メートル10センチあるので、100均の鉄のこで70センチに切ります。直径は16ミリですが、緑色のカバーを剥がすと15ミリになります。100均の鉄鋼用ヤスリで先端を削ります。先端を斜めにしました。先ほども言いましたが、緑色のカバーを剥がした時の直径は15ミリです。長さは約70センチです。動画白色の30の C で使用した虫取り網をご紹介します。動画白色の30の C でガラスのスプリングを作っている場面です。100均セリアの虫取り網をパイプとして使っています。100均セリアの虫取り網です。2本のパイプで成り立っています。下側のパイプを100均の鉄のこで切ります。切りました。青いプラスチック部分を含めて長さは約50センチです。青いカバーはカッターナイフで剥がしました。剥がした状態で直径は約10ミリです。先端を100均の鉄鋼用ヤスリで削って斜めにしました。動画白色の30の B と C で使用したローラーを紹介します。手前が A3 インターナショナルさんで販売しているローラーです。奥が自作のローラーです。A3 インターナショナルさんのローラーは、鉄板に金属製のキャスターがついています。鉄板の厚みは約 4.5 ミリです。内側の車輪と車輪の間は約 8.7 センチです。合計8本のネジで固定されています。こちらは自作のローラーです。板に金属製のキャスターをつけました。100均にもある滑り止めです。2つを並べます。この薄い鉄板はカセットボンベを解体したものです。カセットボンベの解体方法は動画11の終わりの方で紹介しています。パイプを置いて回転を確認します。画鋲で固定します。ピンセットで画鋲をつまみハンマーで叩きます。内側の車輪と車輪の間は約22センチです。完成です。動画白色の30の F で使用した突っ張り棒をご紹介します。30の F でガラスのスプリングを作っている場面です。ドライバードリルの先端には100均の突っ張り棒がつけてあります。100均の突っ張り棒を解体します。回転させて目いっぱい広げます。そのまま強引に回し続けると外れます。2本に分解できました。キャップを外します。中のスプリングはそのままにしておきます。
もう片方のパイプには何も入っていません。表面のカバーを剥がします。両方とも長さは約36センチです。直径は約10ミリと約13ミリです。100均の鉄鋼用ヤスリで先端を削ります。先端が斜めになりました。動画白色の30の H で使用したスプリング製造機投入号をご紹介します。投入の箱で作ったので投入号と名付けました。段ボールに穴を開けてパイプやステンレス棒を通すだけです。補強のためにテープを巻きましたが、テープは必要ありません。段ボールに穴を開けるだけで強度は十分です。重りとしてブロックを入れます。5ミリのステンレス棒、6ミリのステンレス棒、8ミリのパイプ、10ミリのパイプ、13ミリのパイプ、25ミリのパイプ、合計で6本差し込んであります。ハンドル代わりにクリップをつけます。クリップを回してガラスのスプリングを作ります。この投入号はスプリングを作るたびにパイプを取り出す必要があります。以上で投入号の紹介は終わりです。動画白色の30の D と E で使用したスプリング製造機16茶号をご紹介します。16茶の箱で作ったので16茶号と名付けました。こちらはダイソーの防虫杭です。長さは120センチ、直径は20ミリです。100均の鉄のこで切ります。カッターナイフで切れ目を入れて黒いカバーを剥がします。100均の鉄鋼用ヤスリで先端を削ります。先端を斜めにしました。このパイプで段ボールに穴を開けます。段ボールを押さえながらぐりぐり回すと穴が開きます。反対側です。段ボールの切れ端で押さえてパイプをぐりぐり回して穴を開けます。2リットルのペットボトル4本を重りにしました。バーナーによって高さを変えれるように上と下2箇所に穴を開けました。防虫杭の長さは約58センチです。表面の黒いカバーを剥がした状態で直径は約18ミリです。メルカリで購入した送料込み1200円のバーナーです。このバーナーは OD 缶用のバーナーですが、アダプターをつけて CB 缶で使います。パイプの先端を温めてペットボトルの蓋を貫通させます。パイプは高温になっているので気をつけてください。冷めたら外します。キャップのバリは残しておいた方が良いです。キャップをパイプにはめます。この時抵抗がある方が良いのでバリを残しておくのが良いです。パイプの左側にハンドルをつけます。ペットボトルのキャップとアルミの針金約16センチでハンドルを作ります。ペットボトルのキャップにアルミの針金をぐりぐり押して差し込みます。差し込みました。キャップが抜けないように先端を折り曲げます。これで抜けなくなりました。もう片方の端を軽く曲げます。目玉クリップの中を通して引っ掛けます。引っ掛けた状態です。そのままパイプに挟みます。アルミの針金をぐるっと一周回してハンドルが完成です。ハンドルの反対側です。ここには糸を巻きます。マスキングテープに糸をつけてパイプに貼り付けます。
パイプを回して糸を1メートル50センチぐらい巻き取ります。糸の先端にはペットボトルのキャップをつけました。使うとき以外は糸が出てこないように目玉クリップで留めておきます。目玉クリップを外してキャップを手前に引くとパイプが回転する仕組みです。巻き戻したらクリップで留めておきます。16茶号の完成です。動画白色の30の愛に出てくるスプリング収納台をご紹介します。スプリングの収納台を作ります。幅が15センチの段ボールを巻きます。その周りに幅が10センチの段ボールを巻きます。鉛筆で印をつけてハサミで切ります。テープで貼り付けます。割り箸や櫛などを段ボールに差し込みます。スプリング収納台が完成しました。ほこりがつかないように袋をかぶせておきます。補足です。こちらは塗装された突っ張り棒です。塗装されたパイプでもスプリングは作れますが、塗装が焦げたりするのでおすすめしません。表面がフィルムだと簡単に剥がせるので、表面がフィルムになっている突っ張り棒がおすすめです。柄模様の突っ張り棒は表面がフィルムになっているものが多いようです。突っ張り棒ですが、金額が100円の中で一番長いものはこちらの商品でした。この商品を解体すると、パイプの長さは2本とも約65センチ、直径は約10ミリと約13ミリでした。こちらはダイソーの園芸支柱3本組です。直径は8ミリですが、表面の緑色を剥がすと約7ミリになります。こちらはセリアの虫取り網です。2本のパイプが使われています。表面の青いフィルムを剥がすと直径は約10ミリと約8ミリです。最初にも言いましたが、100均の商品は本来パイプとして販売しているものではないので、使いにくいことをご承知ください。ホームセンターなどでパイプとして販売されているものをおすすめします。これで動画ナンバー赤色の30を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。